最後です。やはりですね、僕はこのフリーダム・オブ・エクスプレッション、これはやっぱりもうちょっと広く考えた方がいいんじゃないかとなりますと、やっぱりですね、今この政府はスタボーンっていうのかな、あまり変えたくないなというのが2つある。1つは歴史です。要するにその独立前後から50年間続いてきたこの歴史の中で一番言われてる、学校でも教えられているのはサクセスストーリーなんです。この国の。そうするとサクセスストーリー以外の項目はほとんど学校では教えられないし、みんなも忙しいからあまり興味がない。だけど僕はもう今これをやった方がいいんじゃない、これをもう一回見直してもいいんじゃないか。それで LGBT ですね。レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、これはいまだにこの国は法律で禁止されてますからね、ゲイ行為は。というようなことでいけば、この2つの問題っていうのは非常にセンシティブなイシューだと言われてますし、これを正面から取り上げるのも非常に難しい。だけど監督の中にはそれをですね、直接でないにしても観客ですね、見る人がこれすごく分かるよなとかいうような、ここちょっとクリティサイズしてるなっていうのは分かるわけですよ。なぜならばシンガポールは本当に今の若い人たちはハイエディケートなんです。だからもうクリティサイズする能力っていうのはもうすごく高い。下手すると僕は日本より高いと思います。ですからもうそろそろですね、こういうようなことについても考えた方がいいのかなという気がします。そして一つの例がカンピニピンのですね、トゥーシンガポール・ウィズ・ラブですね。これ2013年に作られて2014年に NAR に指定されたんです。だから国益を損なうナショナルプロフィットをダメージするようなものはダメということで国内上映と配給はノーと言われたんですね。だからこの映画はいまだに解除されてません、国内でです。でこれは要するに全てのレーティングに該当しないということなんです。これがそのポスターです。結局60年代、70年代、80年代ぐらいの時に国外に出た人たちですね。その人たちにこの監督がインタビューしたドキュメンタリー映画ですね。ですからこちらはジョホールバルナー、向こうがシンガポールなんです。いやでもですね、真面目な話ですね、もう50年間ぐらい1回も帰らない人いるんですよ。だからシンガポール政府にとって重要なことは、この人たちが「いやすいません、僕今までのあれは間違ってました」と言わないと残念ながら戻れない。ですからこのチャネルというかですね、キャメラというかですね、これすごく遠いんですよ。ですからこのポスターは僕はよく出来上がったポスターだと僕は思ってます、はっきり言って。だから私は申し上げたいのは、映画っていうのはそのフィルムリバイバルっていうのはそんな簡単に政府のように簡単にできるものではない。やっぱりある意味でその民主化ですね、それのこうデベロップメントとパラレルにいくものだとすると、やっぱりタブーっていうのはもう徐々にですね、こう緩和していかなきゃ、リラックスさせていかなきゃいけないんじゃないか、それだけのもう国民はマチュアードになってると僕は思ってるんです。だからその海外の映画祭、要するにインターナショナルフィルムフェスティバルでですね、アワードをもらったり、そういうその実績をですね持ってるフィルムリレーテッドピープルのですねクリエイティブネスっていうのを僕はやっぱり損なってはいけないんじゃないか。一つはロー&オーダーですね、そういうグループいますよね。それとやっぱり経済が重要だと言ってる経済優先のグループ、それとやっぱりコピー発言ですから、エンハンスナショナルプレスティージです。これはこういうような形の中で非常になんですか、リアリスティックな形でガバメントポリシーみたいな中で映画っていうのを僕は考える
のはもうそろそろアウトデートなんじゃないか、もうちょっとリラックスした方がいいんじゃないか。でやはりですね、方言のところでもお話ししましたけど、やっぱりマージナライズドされてるものってすごく多いんですね。だけれどもそれはやっぱり僕はリエバリエイトしなければいけないんじゃないか。じゃないとやっぱり僕はサポートを受けられないと思うんです。海外で高い評価を受けてもやっぱり国民からですねサポートを受けない映画っていうのはまずいんじゃないか。だってジャック・ネオの映画だけが言い方変ですよ、高いボックスオフィスを通っていうのは僕はおかしいと思うんです。これだけ真面目に映画を作ってる若い人たちがいていい作品が出てるのになぜ見ない。で例えばあれですよ、ロカルノのインターナショナルフィルムフェスティバルですね、あそこで最高賞をもらったんですよ今年、シンガポール。ところがクレイジー・リッチ・エイジアンズの記事ばっかでしょソーシャルメディアはあの映画賛成、いやあの映画良くないなと言ってわーわーやってるでしょ。だからロカルノはこっちに行っちゃうわけですよ。セットアサイドですね。僕はやっぱり今すごくいい時期だと思っています。そういうふうにして優秀なそのケーパブルなですね若い人たちが出てきてそれをみんなでサポートするというようなことっていうのがやっぱり僕はシンガポール映画のこれからのものだと思って僕はすごい期待したいんです。ですから2006年から毎年ここに来ていろんな人に会っていろんな話を聞いて変わってきてるなぁと思うんですね。ですからこれからもそういう形でこの何て言うんでしょうかねデベロップメントをやっぱり追求していきたいというかフォローしていきたいというような気持ちを今私は持っているんです。というようなことでちょっと長い話になってしまいましたけどすいません長時間本当にいろいろとお話させていただきましたけど聞いていただきましてありがとうございました。